皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は浅草にやってまいりました。浅草はね、もういろいろと巡らせていただいておりますけれども、まだ来ていないところ、ご紹介していないところありましたよね。はい、ここに来なければ浅草は語れないというほどの大事な場所。そう、今日はですね、浅草寺をご紹介したいと思います。まだ来てなかったんだなという感じですよね。この浅草寺は年間3000万人の人が訪れると言われている、もう言わずと知れた日本の有数の観光スポットですよね。今日もね、もう駅前すごく賑わっていましたけれども、そんな浅草寺、来たことある方多いとは思うんですけれども、だいたい皆さんね、雷門の前で写真を撮って、そしてね、ご本堂でお参りをされて、そしてもう中道通りを引き返して帰られてしまうというパターンが多いんじゃないかなと思いますが、この浅草寺、歴史も非常に古く、都内最古の古刹と言われていますので、見どころも実はたくさんあるんです。とてもね、雷門とご本堂だけではもったいないということで、この動画を見れば浅草寺を10倍楽しめる、そんな内容でね、お届けできればと思いますので、どうぞね、楽しんでご覧いただければなと思います。そして浅草寺といえば今日が出るということで、噂のおみくじの方もぜひともね、引いてみたいと思います。さあ、果たしてね、おみくじの方、今日が本当に出るんでしょうか。どうぞね、そちらの方もお楽しみに。またですね、この浅草ですので、参拝の後には美味しいものもね、楽しんで帰りたいと思います。さあ、それでは動画をどうぞ最後まで楽しんでご覧ください。地下鉄浅草駅から雷門までは歩いてすぐ。アクセスの良さも嬉しいですね。平日朝9時過ぎの雷門前、朝からとっても賑わってますね。金龍山浅草寺の次号碑、その横にはご本尊や演技の説明看板もあります。はい、雷門のところにやってきました。結構ね、やっぱり外国人の観光客の方多いですね。それからね、修学旅行生とかもたくさん来ています。みんなね、ここで記念写真撮ってますね。さあ、それではまずこの雷門の方から、はい、じっくりと見ていきましょう。これはですね、正式名称が風来神門って言われています。はい、そのお名前の通り、風神様と雷神様がね、いらっしゃるんですよね。はい、こちら雷神様ですね。大提灯の上には浅草寺の3号金龍山の額、浅草寺のご本尊聖観世音菩薩をお祭りした時、金の龍が天から降りてきてお堂をお守りしたのが3号の名前の由来とされています。そして大提灯の底には龍の彫刻。龍神様は浅草寺の守り神とされているんです。この彫刻に気づかない方も多いんですよね。雷門をくぐるときはこの底の部分にも注目です。はい、では雷門をくぐって中店の方に進んでいきますね。まだお店は時間が早いので、シャッター閉まっているところも多いですね。いやいや、本当のにぎわいはね、こんなもんじゃないですよね。ちょっと帰る時間の頃にここ歩くのがね、どんな状態になっているのか楽しみです。だいぶね、外国人の観光客の方戻ってきましたからね。はい、ここにですね、浅草寺の成り立ちがわかる絵が並んでいるんですね。今から1400年も前のこと、日の熊の浜成竹成兄弟が漁をしていたところ、一体の象が網にかかりました。その象を土地の長恥の真中に見てもらったところ、聖観世音菩薩の像だと分かり、恥の真中が自宅で丁重にお祭りしました。その後、その観音様はむやみに拝されぬようにと秘仏となり、平安時代初期の頃、慈覚大師円仁様が
御前立本尊をお作りになられ、秘仏であるご本尊の御前に奉安されています。こうして浅草寺の歴史が始まったわけですね。はい、こちら宝蔵門になります。大きいですね。2階建ての、門になりまして、もともとは仁王門と言われていました。仁王門と言われるだけあってですね、こちらには2体の仁王像が奉安されていますよ。こちらのね、仁王像がですね、結構ねちゃんと色がついていてカラフルなんですよね。こちらにはもともと鶴岡八幡宮に収蔵されていた原版一切経が神仏分離の際、この浅草寺に移され収蔵されています。そのことから宝蔵門と呼ばれるようになりました。こちらには小船町の往生鎮、340年前、日本橋小船町の商人たちが町の繁栄と信徒としての心意気を示すために奉納したものだそうです。この往生鎮の下にも龍の彫り物を見ることができます。知っていないとなかなか気づかないですよね。雷門、宝蔵門の往生鎮の下をくぐる際はぜひチェックしてみてくださいね。さあやってまいりました。本堂が目の前に現れました。では失礼いたします。わあ、境内にぎわってますね。まず、五重塔がねよく見えています。金色の法輪がね光り輝いてますね。そしてね、この宝蔵門をくぐり終わったら裏側からもねちゃんと見てください。もちろんね帰る時に見えるんですけれども、大きなねわらじもこれね、名物になってますね。山形県村山市宝山会からの奉納ということになりますね。大きい。長さ 4.5 メートル、重さ500キロの大わらじ。これは仁王様の力の大きさを表しており、10年に一度奉納されています。わあ、お香のね香りがしてきました。はい、上香炉ですね。お香が焚かれています。たくさんの人でなかなかちょっと煙を浴びるのも大変かもしれないですね。はい、体中にお香を浴びさせていただきました。そして続いてはお水屋がね、やっとありましたね。ここのねお水屋がまた立派なんですよ。お水屋の天井にも龍神様ですね。結構迫力ある絵が描かれていますよ。しっかり睨みを利かせています。さあ、それではいよいよ本堂の方に進んでまいります。はい、今からですね、ご本堂の方に入りまして観音様拝まさせていただきたいと思うんですが、中の方は撮影禁止になっていますので、後ほどねまた拝見してきた感想をお伝えできればと思います。では本堂にはご本尊の聖観世音菩薩が奉安されており、観音堂と呼ばれています。浅草寺が浅草観音と呼ばれるゆえんがここにあります。先ほど私拝観と申し上げましたが、ご本尊の観音様は絶対秘仏。お寺の住職様でさえ拝観することはできません。御前立ご本尊は年に一度12月13日午後2時だけご開帳が行われ、その姿を拝むことができます。はい、ご本堂の方で参拝させていただきました。中の方はね撮影禁止でしたけど、結構ね外国人の方皆さん写真撮られてましたね。はい、ですね、もちろんねご本尊は拝見することができません。
こちらのご本尊は絶対秘仏、ご開帳もされません。金色の装飾がね、たくさんありまして、とってもきらびやかな感じでした。それからですね、その、参拝所の天井には素晴らしい天女の天井画が描かれていました。こちらもね、とっても綺麗な絵でしたね。もうぜひともね、参拝した後ちょっと上の方をね見ていただければと思います。さあ、それではですね、この後ゆっくりと浅草寺の境内の方をね見ていこうかなと思います。見どころはねたくさんあるんですけれども、やはりね皆さん、ご本堂を参拝されたらそのままこう仲見世通りの方に引き返していくというような感じなんですよね。ですので、ちょっとねこちらの方まで来るとこのように人通りもちょっと少なくなって静かに境内散策ができる感じになっています。ちょうどですね境内案内図がありますので見てみましょう。はい、このように、ね、なってますね。はい、雷門から進んできて宝蔵門をくぐって、本堂ですね。今こちらにおります現在地というところでね、この辺りにも薬師堂とか淡島堂、あとね御朱印がいただける予合堂といったところもありますので、この辺り順に見ていければと思います。この橋を渡って、正面に見えているのが陽合堂と言われる赤いお堂でして、ここに御朱印所になっています。1994年慈覚大師円仁様の生誕1200年を記念して再建されました。はい、こちら陽光堂の方で御朱印を授かってまいりました。こちらになります。ご本堂の観音様の方のね、御朱印を授かってまいりました。お書き入れいただけました。で、書いていただいている間にですね、この陽合堂の中は、たくさんの仏様ご本尊がね祀られていまして、聖観世音菩薩を中尊として生まれ年の守り本尊というのがお祀りされているんですね。ですからまず真ん中の聖観世音菩薩様にお参りしまして、その後自分の干支の守り本尊の方ですね、そちらをお参りさせていただきました。それぞれお参りする際の御神言があり、サンスクリット語のマントラを略した言葉、理解不能な言葉ですが仏の教えが込められています。そしてですね、こちらになんと秩父のパワースポットとして有名な三峯神社があるんですよ。ちょっとねこれは驚きですね。三峯社修験道の関東総本山秩父の三峯神社、防火盗賊よけの神様として広く信仰されており、火事が多かった江戸でも各地に刊上されました。秩父の三峯神社は登山も伴いますが、いずれ訪れたいです。さあ、そしてこちらがですね、都の重要文化財っていうことでしょうか。浅草寺六角堂。六角堂は1618年に建立とされており、浅草寺の境内はもとより都内最古の木造建造物と言われています。六角堂内には日切りを定めて祈願すれば願いが叶うとされるお地蔵様が安置されており、日切り地蔵堂とも言われています。また一説にはこの六角堂の下には井戸があると言われており、水源はパワーの源とされていることから隠れたパワースポットになっています。さあ、そして道路を挟んで、今日ねとってもお参りしたいお堂がねありますのでご紹介したいと思います。こんな広いんだ。ここ淡島堂っていうんですけれども、女性の方特にねお参りされたらいいんじゃないかっていうところです。女性に優しい神様が祀られているんですよ。
い、こんな風にいろいろな石碑が立っていたりして、すごく綺麗に整備されている感じがしますね。はい、淡島大明神と白木聖観世音菩薩がお祭りされている淡島堂です。和歌山県の加太淡島神社から誕生し建てられた神社で、御祭神のスクナピコナの命はお裁縫を初めて伝えた神様とされ、また淡島神社といえばひな祭りと言われるほどひな流しの神事が有名なことから、女性を守護する神社として信仰されています。毎年2月8日は針供養として多くの参詣者でにぎわうそうです。それではね、ここから五重塔がねよく見えますので、ちょっとね五重塔のそばの方まで行ってね見てみたいと思います。境内のねどこからでもこの五重塔は見えるんですよね。雷門の大きな提灯に次ぐ浅草寺の第二のシンボル的な建物になっていますね。そしてね、この五重塔とスカイツリー、このね新旧の対比というのもまたいいですよね。こちらも天高く天に向かってそびえ立っていますね。これがザ・浅草の風景ですね。浅草寺のランドマークとして存在してきた五重塔。最上階にはスリランカ伝来の仏舎利が奉安されています。しかし塔内は非公開となっています。はい、この浅草寺の御本堂の右側には三社祭りでおなじみの浅草神社が鎮座しています。すごい、修学旅行生がいっぱい記念写真撮ってますね。さあ、このね浅草神社、非常にね浅草寺と関わりの深いというか、もう浅草寺の始まりに関わっている、とても大事な神社ですのでね、ぜひねこちらもお参りしてくださいね。浅草神社は以前の動画にもご紹介していますので、どうぞそちらもご覧になってください。さあ、そして浅草寺といえばですね、おみくじです。おみくじ所がね、大きいですよね。みくじ、五色の幕がかかっていますけれども、ここが全部おみくじ所になっているんですよ。で、こちらの浅草寺のおみくじは今日が出るということで有名なおみくじです。さあ、どうかな。はい、じゃあ、一番手前のこちら行ってみましょうか。みくじ100円で、こちらなかなか出てこない。出てきた。13番。はい、13番ですよ。こちらですね。さあ、どうでしょう。あれ、ちょっと待って。大吉ですね。すごい。第13番大吉が出ました。はい、ということでこちら大吉が出ました。ちょっとね今日が出ることを一瞬期待したんですけれども、大吉、嬉しいですね。すごい。なんて書いてあるんだろう。ちょっとね漢詩のようなおみくじになってて、ちょっと難しいですね。レ点とか振られていて、ちょっと漢文の文字なので、ちょっとなんて書いてあるんだろう。裏にちゃんと現代語で書いてありますね。大吉なんで全ていいですよ。叶うでしょう、治るでしょう、現れるでしょう、良いでしょう、全て良いでしょう。すごい嬉しい。はい、
浅草寺いかがでしたでしょうか。今日はねちょっと暑くて日差しも強くて汗をかきながらでしたけれどもね、この境内の方ねお天気も良くて、じっくりといろいろと楽しむことができました。細かいところを言うとねまだまだご紹介しきれないところがねたくさんありますので、浅草寺いらっしゃる時には、十分にね、時間をとって隅々まで楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてね、噂のおみくじの方もぜひ聞いてみてください。さあそれではこの後はですね美味しい甘味どころでちょっとね楽しいひとときを過ごせればと思います。浅草寺では外国人観光客の方々とも記念撮影させていただいたりしてとても嬉しかったです。日本を楽しんでくださったでしょうか。お昼頃になると仲見世通りはこのにぎわい。それでも週末の混雑に比べたらまだマシな方のようです。にぎわいが戻ってきてやっぱり嬉しいですね。7月9日10日には浅草寺夏の風物詩四万六千日の縁日ほおずき市が開かれます。境内には約100軒のほおずきの露店が出て夜遅くまで多くの人でにぎわいます。仲見世通りから一本ねちょっと脇道に入っていくところにある、ちょっとねおしゃれな和カフェあるんですよね。ずっとねインスタグラムで見てて来たいなと思ってたところです。こちらくくり姫コーヒー、こちらですね。もうオープンしてるかな。くくり姫コーヒー、いちごを使ったスイーツや和パフェ、インスタ映えするメニューが人気のカフェです。お邪魔します。こんにちは、失礼いたします。はい。カジュアルでナチュラルな和モダンインテリアが素敵。お店の名前くくり姫とは日本書紀に出てくる縁結びの神様くくり姫に由来しており、たくさんのご縁が浅草中に日本中にそして世界へと広がっていくようにとの思いが込められています。今回は限定10食の特別なスイーツコースくくり姫の贈り物をオーダー。リボンがかけられた木箱にテンションが上がります。いざオープン。木箱の中には3段のボックスが収められていて、1の段にはいちごとルッコラのシューサレ、2の段にはいちごのチョコタルト、3の段には2種の和菓子が入っています。どれも可愛くて美味しそうですね。お品書きはこちら。くくり姫オリジナルショートケーキ。数種類のドリンクからお好きなドリンクを選べます。和と洋のマリアージュ。宝箱を開けるようなワクワク感も楽しめて、もったいなくてなかなか食べ始められませんでした。1の段のいちごとルッコラのシューサレからいただきます。こうやって箱が取り出せるので食べやすいですね。シュークリーム生地の中にいちごとキウイが入ってます。ここは豪快にガブリといっちゃいましょう。ルッコラの風味が効いていてちょっとしたオードブルみたい。見た目も可愛くてとってもおしゃれ。どれも甘さ控えめでさっぱりしているので、いちごの爽やかさを存分に味わえるスイーツです。こちらはグラスに入ったショートケーキ。クリームもたっぷり。スプーンですくっていただきます。
生クリームもミルキーなのにさっぱりしていて、口どけもよくスプーンが止まりません。いろいろないちごスイーツを堪能しました。これからの季節、涼しい店内で冷たい抹茶ラテ最高です。くくり姫の贈り物は数量限定なので、前日17時までにウェブサイトからご予約されることをお勧めします。今から1400年前、観音様が引き上げられた日から3日後、天から金の鱗を持つ竜が降りてきました。今でも年に2回、浅草の町に金の竜が降り立ち、力強く舞を舞い、観音様を守護しています。決して私たちの目に触れることのない観音様ですが、世界中から訪れた多くの人々に幾重にも及ぶ厨子の中より救いの手を差し伸べてくださっているのです。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。